好きか嫌いかって周りよりも自分がこのスポーツをやったらさ、ヒーローになれる。だから好きみたいなの、後からついてくるものもあるじゃないですか。こんにちは。こんにちは。習い事は強制する？うちは今のところ、ほぼ9割9分、希望を聞いてる。1厘もないですよ。いや、でも幼稚園に関しては割ともう俺らがほぼ強制的に幼稚園選んで入れてるじゃないですか。そういうことも踏まえると、100% 希望を聞いてるわけではないなとちょっと思ったので、でも9割9分、9割5分以上は希望を聞いて体験行きたいかって言って、もちろんなるべく後押しはするようにしてるけどね、サッカーやるんだろうとか、英語やるんだろうとか言ってるけれども、基本的には希望を聞かずに連れて行ったりはしてない。ただ、ママ友の話を伝え聞くには、もうこの前のダンスも、M ちゃんと Y ちゃんは何も聞かされてなくて、その中に放り込まれたみたいな。体験でね。ほとんどそうみたいですね。ママが勝手に決めちゃって、押し込むみたいな。その後は、本人次第。体験しないと何もみんな分かんないしね。こんなね、動画でね、こういうのあるけどどうなんて言ったって分かんないし。美咲もサッカーやりたいって言ってるけど、どこまでサッカーのこと知ってるんだか怪しいよね、確かにね。そうですね。ボールを蹴ることだとは分かってるんだけど、自分らもそういやそうだったな。野球だってみんなキャッチボールでしょ。最初に知ってる野球はキャッチボール。その後バットが出てきて。で、強制するかどうかですか？強制のもっと早い例だとね、やっぱりベビースイミングとか。そうだね。あと、ベイビーイングリッシュもあるじゃない。英会話の中にも押し込んじゃうみたいな。どう思いますか？やっぱり人間って基本的にちょっと変化を嫌うじゃないですか。そうですね。なので、あんまり個人の意思を尊重すると、小学校の体育の授業とかでボロクソに負けて悔しい思いをしたとか、よっぽどそういうのがないと、なかなか自ら行くみたいになんないんじゃないかなと。どうですか？このまま本人の希望を聞いていくでいいですか？うちの子の場合はもうとにかく好奇心が旺盛だから、あれもやりたい、これもやりたいだし、だからいいかなと思うんだけど、ただ公園とかで遊んでてもそうなんだけど、体を動かすよりお砂場やるとか、今はもう算数ドリルやるとか、ね、年少さんの時はお手紙書くとかなんだけど、机に向かうことが好きだから、もうちょっと運動系はサポートっていうか、じゃあママと一緒にバスケやろうとか、パパと一緒にサッカーやろうみたいな、そういうのがないと、動かなくなりそうな気がするなっていう。サッカーとか言ってるから、サッカーボールでサッカーやりに行こうかってよく言ってるんだけど、やっぱり大人が言うのと違うじゃん。やっぱり自分の子供時代なんかさ、やるかとかやらないかとか聞かれる前にさ、兄とか弟がもう外でサッカー始めてるわけなんですよ。家の外から楽しそうな声が聞こえてくるわけですよ。もったいない感じが。そう。行かなきゃ別にさ、完全にその楽しいところに入れないみたいな空気があるので、やっぱりこれ兄弟がいるって強いなって思うね。お兄ちゃんがいる子たちはね、早いもんね。けどね、だからこそ、ちょっとそういうのは、そういうスクールとか、フットサルとかサッカーとかそういうところに行った方がいいのかなーってちょっと思うけど、でも本人が小学校入ってからがいいって言ってるからね。だからどっかで強制もあった方がいいのかなとか最近思い始めてて。難しいですね。だからメリットデメリットだとさ、強制してでも始めればさ、周りよりもちょっと上手くなるじゃないですか。好きか嫌いかって周りよりも自分がこのスポーツをやったらさ、ヒーローになれる。だから好きみたいなの、後からついてくるものもあるじゃない。強制的にやらせることのメリットはそれなのかな。ただどちらにせよそれ自体を好きにならないとダメだと思うけど、そこで自分で楽しみをね、感じられるだったら、ヒーローになれるけどね。楽しくなかった。じゃあ、どっか連れてきます？あと、ちょっとでも口にしたことがあるのは、サッカーとスイミングぐらい。バスケ。サッカーなんてね、たまにここ来てるからね。サッカーは幼稚園にも来るからね。延長になったらね。そんなところで。はい。最後に夫婦で語り合ったのはいつですか？というわけで、皆さんからの質問、ご意見お待ちしております。チャンネル登録、いいねお願いします。はい、バイバイ。バイバイ。もう向いていい？習い事は強制する？面白い。